皆さんこんにちは。今回の動画は無課金でも十分課金兵団と戦えるスイス栄光語の総兵ついて作成しました。昨年の9月に強化が入ったのですが、修正以降は星5環境で使われるぐらい強化されました。このチャンネル内でもスイス栄光の検証動画をたくさん上げていますが、今回は未検証だった F2 陣形時のダメージカット量と兵団特色を検証、紹介していこうと思います。それではどうぞ。馬止めスキルを取りたいのでしたルートを選択。使用軍魂はこんな感じ。馬止め軍魂の代用はルートスキルで補う。基本的な戦い方は盾やラクダと同じ位置に配置して F2 陣形で基本置き受けの形で戦う。ソロでもそこそこ強い。過去に馬止め軍魂とスキルの違いや流血軍魂をセットした槍兵団の検証もしているのでチェックしてみてください。初心者は射程をつかめないと思うので最大射程を動画化してみた。盾がいる場合は穂先が盾から出る位置に槍を配置すれば最大火力が出る。ちなみにベネツィアはこの射程。次は高低差がある場面での戦い方。階段上で戦うのは不利。射程が短いこともあって高低差によって2段目の兵士の攻撃が届きづらくなるので基本的に平地での戦闘をおすすめする。下ルート選択すれば関係ないが、上ルートの一定確率でノックバックの詳細発生確率を調べてみる。過去に検証したが精度が微妙なのでもう一度行う。対武将、兵団ともにノックバックは起きず、過去動画でデマ検証してしまい申し訳ありませんでした。以前のは盾破壊時のノックバックです。冒頭時に触れた修正内容だがここには間違いがある。軍装状態時初めて受けるダメージとあるが実際は異なる。初めて受ける騎兵からのダメージが正しい。このことを前提にダメージカット幅がわからないのでまずはそこから検証を行う。違和感を感じ取れた人はどれくらいいるだろうか。答えはなぜかどちらの陣形にもダメージカットが適用されている。それならば自動振り向き機能がない F1 陣形のダメを見ればいいのでチェックしてみると、ざっくりで初撃1200から1300が2撃目以降3200から3500になっている。つまり 60% 近くダメージカットされていることがわかる。次に騎兵ダメカット軍魂をつけてさらにダメージカットできるか異なるレベルの玉林で試してみる。
減少ダメージの変化を見る限り 20% カットにマイナス400とかないとここまでのダメージカットは難しい。これは検証中に気づいたことですが、この2つの動画を見比べてもらいたい。違い分かりました。動画を見る限り、左はダメかあり、右はダメかなしとなった。違いが出た行動といえば、陣形の組み替え。そこで F1、F2、F1 と陣形に変えて F1 陣形にサイド馬を突っ込ませてみた。予想通り、F1 陣形にもかかわらず、ダメージ減少あり。つまり F2 陣形を挟むことで騎兵ダメージ減少バフがかかるようだ。騎馬ダメカットの確認が取れたので、襲撃以外にも適用されているのか確認してみます。ちゃんと見ることはなかったですが、陣形が崩れて立て直し後、何度も騎馬ダメカットバフがかかり続けているようです。わかりやすい例がこちらです。連続して攻撃していますが、立て直すたびにバフかかっています。ただ、この兵団のように転倒、即追撃が入るような攻撃の前だと無力です。初撃には効果は乗りますが、そのまま火力で倒されています。使った兵団の中身はこちら。制御無効効果がぶっ壊れている。ラクダみたいな制御無効を消す兵団が手前で構えてくれていれば結果は変わるかもしれません。初心者向けにスイス栄光尾の総兵の使い勝手を試してみましたが、結論、非常におすすめ。軍魂がない時でも馬止めスキルや騎馬ダメカットがついているのは、初心者にはおすすめです。